トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、こんにちは。お昼休みに失礼します。メインキャスターの森田京之介です。アスリートキャスターの小塚貴彦です。さあ、北京2022冬季オリンピック、昨日閉会式が行われまして、2週間以上にわたる熱戦の幕が下ろされました。小塚さんいかがでした？いや本当なんかこうね、手に汗握るというか、もう本当にこうすごくこうなんか応援のしがいのある大会でしたよね。盛り上がりましたね、我々もね。いやもういろんなね競技も紹介できましたしね。応援に熱が入りました。北京オリンピック期間中は週3回に拡大して GTTA グローバルチームトヨタアスリートを応援し続けてきたトヨタイムズ放送部、今日はオリンピックバージョンの最終日ということで、先週の予告通りですね、この方にお越しいただきました。フリースタイルスキー男子モーグルで銅メダルを獲得しました堀島行真選手です。どうぞ。さあ、堀島さん、おめでとうございます。さあ、ちょっとじゃあ花がちょっと大きいので、ちょっとそちらに置いていただいておかけください。いや、ちょっとやっぱりもう私の目の前に入ってきてますよ。おかけください。はい。銅メダルちょっと見せていただけますか？お願いしあ、これが北京オリンピックの銅メダル。あ、分厚っ。裏はどんな感じですか？なんか書いてありますね。あ、漢字で書いてあるんですね、やっぱりね。フリースタイルメンズモーグルってことはこれあれですね。競技名が書いてあるってことは、はい、これ一つしかないってことですもんね。そういうこと刻印されてるですよ。世界に一つしかない。いやー、どうですか堀島さん、重みは？いや本当に重たいなって思いましたし、オリンピックのメダルは初めてなので、いろんな世界大会のメダルを取ってきたんですけど、やっぱ特別だなって感じます。どうですか、その競技終わって結構時間があってからメダルが手元に来ましたね、はい、そのメダルもらった瞬間っていうのはどうだったんですか？そのメダルをもらった瞬間、セレモニーで、いただくんですけど、その自分で取ってかけるときにやっぱ取った瞬間に重たいっていうふうに思いましたし、現実に自分の手元に来たっていう喜びが感じられました。いやそして堀島さんは、放送部は東京オリンピックからやってますけれども、メダルを取ってすぐにこうやってメダリストが駆けつけてくれる、嬉しいですよね。ちょっとこれはね、興奮しますね。いろんなこと聞きたいこといっぱいありますもんね。いっぱいありますよと予告でもたくさん言ってしまいましたけれども、北京から競技が終わって帰国してどうですか、ここまでの過ごし方っていうのは？帰国してから7日間は、はい、自宅とホテルで隔離だったので、はい、それが明けてからは、県の方に挨拶に行ったりとか、取材も含めて、今月の28日までは予定がちょっと埋まってきて。埋まってる？はい。忙しいですか？忙しいでしょうね。トヨタの本社にも行かれたっていうふうに聞いてます。はい、トヨタの本社にも17日に行かせていただいて、フロア、自分の事務所のフロアと、あとは、お世話になっているフロアに挨拶することができました。なるほど。そしてですね、その堀島さんの所属する営業業務部からこんな映像が届いてます。ご覧ください。堀島くん、北京オリンピック銅メダルおめでとうございます。おめでとうございます。今シーズンはワールドカップ開幕してから連続表彰台に上がっていて大活躍ですね。特にオリンピックの舞台はプレッシャーで苦しいこともたくさんあったかと思いますが、最後まで諦めないで滑り切った堀島くんの姿にたくさん感動をもらいました。本当にありがとうございました。入社以来、シーズンオフの期間には積極的に職場に顔を出していただいて、部内の仲間のためにモーグルの魅力を伝えてもらったり、トークライブを企画していただいて、職場を盛り上げてくださって感謝しています。ありがとう。これから続くワールドカップも職場みんなで応援しています。春になったらまた堀島くんに会えることをみんなで楽しみにしています。待ってるよ。いかがですか堀島さん？いや嬉しいですね。17日にもお会いして、すごくみんな喜んでくれる顔を見たりとか、しっかりと報告することができたんですけど、またこうやってメッセージもいただいて、本当に
良かったなっていうのと、これから先もそういった応援される選手で居続けたいなと思います。先週お会いした時にこっそり内緒で今のメッセージは取ってくれたそうなんです。そうだった、はい、さあそして先週その本社に行った時になんか聞いたところによると堀島さんは放送部に今日出ることが決まっていたからちょっとリハーサルをしてくれたっていう噂が入ってます。あ、そうです。この写真はいトヨタ会館にこのセットがあるので、ここに座ってちょっと話す練習してきました。まさに今ね同じ映画ここにあるんですけど、トヨタ会館人気のフォトスポット人気のフォトにこれからなるのか分かりませんが、フォトスポットがありますので、ぜひとも皆さん訪問していただきたいなと思うんですが、行く理由がもう一つできたってことで、堀島さんがなんか寄贈してくれたというふうに。そうです。この時に、自分がオリンピックで使ったウェアなど、道具全部一式全部、そのトヨタ会館に持って行ったので、また飾っていただけると嬉しいなと思います。だからそこに行けば堀島さんのそれが見られる、その時のものが見られる、超貴重じゃないですか。だからそのついでにね、この放送部のブースでも堀島さんが座った席に座って写真を撮ることができるということで、さあそして今日がリハーサルを終えて今日が本番ということになりますから、せっかくスタジオに今日は堀島さんが来てくれたので、今日はチャット欄で堀島さんへのメッセージ質問というのを募集していきます。はい、直接堀島さんにねメッセージを送れる二度とないチャンスです。そうです。なかなかないチャンスですからね、ぜひどしどし送っていただいて、今日は最後に堀島さんにその質問、それからメッセージなどを紹介してお届けして答えてもらったりもしますので、たくさんコメントお待ちしております。何でも大丈夫ですか？何でも NG なし NG なしで NG なしだけちょっと声が小さくなってますはい、よろしくお願いしますさあということでトヨタイムズ放送部生放送終了後は YouTube でアーカイブもされます。英語字幕をつけた英語版も明日の16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされますので、今までの放送と合わせてぜひチェックしてみてください。本当にね、冬のオリンピックを振り返るときに競技こんなところが面白かったっていうのはアーカイブに全部詰まってますから、ぜひチェックしてみてください。まずはですね、北京オリンピック最後のトヨタアスリートの活躍からお伝えしていきます。カーリング女子吉田選手の日本ですが、準決勝でスイスを破って史上初の決勝進出、そして決勝では前回ピョンチャンの最後で勝利したイギリスに敗れた銀メダル獲得ということになりました。銀メダルおめでとうございます。最後勝って終わる銅メダル、最後負けて終わる銀メダルということで、吉田選手もね悔しさというのを口にしていましたけれども、1個上のステージに上がったということで感じられた金メダルに対する悔しさだと思います。このチームこうした感情の揺れ動きも含めて本当に素敵なチームでした。お疲れ様でした。さあ続いてボブスレーいきましょう。女子2人乗り、カナダのアピア選手1人乗りに続いて、満足の8位入賞ということでした。本当にお疲れ様でした。それからクロスカントリースキー、まずは土曜日に行われた男子50キロのマススタートフリーですね。ノルウェーのクレボ選手途中棄権となってしまいましたけれども、今大会は4つのメダルを獲得ということで、その素晴らしい活躍はおじいちゃんもテレビで見ていたんじゃないでしょうか。それから女子30キロマススタートフリー、こちらアメリカのディギンズ選手最後も取ってくれました。銀メダル獲得おめでとうございます。こちらはですね、スプリントフリーの銅に続く2つ目のメダルということなんですが、ヨーロッパ勢以外初のこの種目のメダリストにディギンズ選手はなりました。日本の小林選手は悔しい結果55位でオリンピックを終えました。お疲れ様でした。以上、北京オリンピック最後のトヨタアスリートの活躍をお伝えしました。さあ今日の特集タイトルに行きましょう。今日はこちらでございます。モーグル堀島行真選手生出演。北京に挑んだ GTTA、 掴んだのはメダルだけじゃない。でメダル以外にもね掴んだといえばあれですよね。あれフラワーセレモニーのビンドゥンドゥン掴んでましたね。掴んでましたね。メダル以外に掴んでた。
ありますか？あります。ちょっと持ってきていいですか？ある。はい。おー来た来た、これだ。そうだ、これですよ。だからテレビで見てたやつですもんね。話題になった第1号第1号ってことですね。だから堀島さんがそう日本勢初 GTTA 初のメダルで、日本でもこれすごい話題になったんですけど、はい。堀島さんが持っててまず話題になったんですよ。だから話題になったこれですよね。張本人張本人、張本人超貴重な超貴重いやー持ってきてくれこれをいやセレモニーの時にこうやって掲げてたんですね。そうですね。はい。どうですかこれは。このセレモニーの時に参考便ドゥンドゥン並んでて、はいセレモニーのプレゼンターが持ってきて、はい僕取るんですけど、普通は銅メダル左から取っていくんですけど、僕ちょっと真ん中が欲しいなと思って真ん中を取ったので金メダル用の人のビンドゥンドゥンでもあります。そういう意味でも貴重でございますそれからあれですよね、もう一つ何か持ってきてもらったんですよね。ピンバッジ交換っていうのを、はい、はいオリンピックのすいません、なんかたくさん持ってきてもらってすいませんね、何度も立ち上がらせちゃって。これはこれパスかなんかですか？そうですね。オリンピックの時に使用する ID パスポート代わりにはないんはいはいですけど、そこに選手同士で交換したピンバッジをつけいて、っぱいありますね。そうですね。ちょっとこれは見せてもらってもいいですか？右側にあるのがどこの国？カナダのこのちょっと赤っぽいやつですね。はいカナダ、これか。はい、カナダ、アメリカもありますね。これカナダの選手と交換したものとアメリカの選手はいはいはい。で、これが日本のピンバッジなんですけど、これを、自分が持っているので、これを、他国の選手と交換するっていう。なるほど、これを渡して代わりにもらうっていうのをやるんですね。はい、へー。他にもその上はその上はこれは離した方がピントが合うのかな。これそうですね。堀島さんの顔に近づけた方がいいかもしれないですか？これスウェーデンです。スウェーデン、はいはい。でこの上が、カンガルーなんですけど、オーストラリアです。カンガルー、オーストラリアカンガルーなんだ。へいろいろデザインが考えられてるんですね。そうですね。でこの上はちょっとレアで、ハートマーク。オリンピックの、大統領というかプレジデントからもらったものでそうなんだ。へー。たくさんやっぱ会長から会長から。へー。やっぱこうやって集めるもんなんですね、小塚さん。ね、交流を深めるという意味はいでバッジを交換して、で、その時の思い出というかそこが詰まってますからね、これすごい貴重なもんですよね。そうですね。やっぱりそのモーグルを一緒に戦った仲間同士で交換するんですね。そうですね。僕はそうして、あと1回目のオリンピックの時に日本のピンバッジが欲しいからって言って声をかけられてあげてたんですけど、そうするとそのピンバッジ交換っていうそのピンバッジがメインになってしまうので、その仲良くなるとかっていうためのピンバッジであればと思って、今回は交換した人と一緒にセルフィーを撮って交換するっていう風にちょっと変えてみました。決めてやってたんですね。はい、なるほど。小塚さん今ね、いろいろ結果的にいろいろ見せてもらえたから良かったんですけど、はい、今回の特集の趣旨っていうのは、はい、別に物理的に掴んだとかそういう話別にものではないです。ものじゃない。ものじゃない。結果的には良かったんですけど、はい、今回ね北京で戦った GTTA26 人いますと。で彼らはメダルだけじゃない何かを掴んだんじゃないかということで、今日は堀島さんと一緒にですね戦いを終えたアスリートたちからのメッセージというのを振り返っていきたいな、そういう趣旨なんですよ。なるほど、はいわかりました。図らずとも良かったです。いろいろ見せてもらえた、はい、ありがとうございます。まずはですね、堀島さん以外にもということで、フィギュアスケート団体と男子シングルでいずれも銅メダルを獲得しました宇野昌磨選手からいきましょう。トヨタの皆さん、宇野昌磨です。オリンピック銅メダルを獲得することができました。演技の内容としましては決して素晴らしいものではなかったんですけれども、それでもこの4年間っていうものがしっかり全部詰まった銅メダルだったんじゃないかなと思います。本当にもっといい順位をと望んでくれた方もいるかもしれませんけれども、今の僕の実力、今年1年で培ってきた結果がこの3位だと思うので、僕はこの3位という順位が嬉しいです。また僕はまだまだ続けていくつもりなので、この先にもっとトップを目指して頑張れるように精進していきたいと思います。応援ありがとうございました。はい、宇野選手ありがとうございました。
堀島さんどうでしょう、こういう他のアスリートの戦いを終えた後のメッセージをご覧になって。同級生なので、はい、中京大学でも一緒でしたし、すごく同じ銅メダルで良かったなと思います。まだ直接何かメッセージやり取りとかはしてないです。してないですね、はい、これからですね。そうですね、また会いたいなと思います。まあ、演技としてもね本当にこう人間らしいというか、人間味あふれる演技っていうのがなんか見られてすごいねこう濃厚な時間を過ごさせてもらったので、やっぱりね応援しててよかったなっていうふうに思わせてくれました。で本人まだまだこれからというふうに言ってましたから、はい、これからも我々は応援を続けますよ。宇野くんよろしくお願いします。さあ続いてですね、三木椿選手に行きましょう。スノーボードパラレル大回転で途中棄権という悔しい結果になったんですけれども、こんなメッセージを送ってくれました。株式会社キャタラー所属アルペンスノーボーダーの三木椿です。 GTTA 応援活動を通して応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。皆さんの応援に背中を押してもらえ、一人で戦っているわけではないと感じることができました。私にとって初めてのオリンピックとなりましたが、普段の試合のように落ち着いて取り組むことができ、自分の反省点や課題点なども見つけることができました。4年後のミラノオリンピックに向けて今まで以上に努力していきたいというふうに思います。また GTTA の一員としてたくさんの選手と共に一つの試合を盛り上げさせてもらえたこと、そして何より普段から応援してくださっている皆さんに自分の滑りを YouTube でのライブ等で見ていただくことで少しでも恩返しさせてもらえていたらありがたいです。4年後のミラノ五輪に向けまだまだ強くなっていけるよう頑張りますので、どうぞこれからも応援よろしくお願いします。三木椿でした。若いっていいですねいいですね。いや10代初めてのオリンピックということで、なんか表情が見られただけでも我々嬉しいですよね。いやなんかこれからまだまだ自分は成長していくんだっていうね、その気持ちのこう志の高さっていうのもねこうなんか含まれててすごいいいですね。そうですね。最初に出てくださった神野さんが伸びしろしかないっていうふうにおっしゃってましたから、期待大だと思いますし、どうですか、堀島さんは最初ピョンチャンに出られた時っていうのはおいくつでした？20歳でした。20歳だからまあちょうど10代今ということで近いぐらいだと思いますけど、どうでしょう、その時の自分を考えて今彼女に送るアドバイスとかありますか？いやでもその10代でオリンピックに経験することができるってやっぱり貴重な経験だと思うので、またさらに4年後って言ったら長くもあり若い頃はやっぱり短いと思うので、その年齢を重ねる前にまた2回のオリンピックが来るっていうふうに考えるとすごく経験ができていいなって思います。そうですね、もう4年後にこうやってメダル取ってますから、ぜひとも堀島さんの背中を追いかけていただきたいなと思います。さあそして海外の GTTA はですね、インスタグラムのコメントを紹介していきましょう。まずはこちらショートトラック5種目に出場したイタリアのアリアナ・フォンタナ選手ですね。金メダル1つ銀メダル2つを獲得しまして、コメントとしては銀金私は区別をしない光るものが好きなんですという印象的なコメントがありました。それからもう一つですね、子供の頃の映像を投稿しまして、もしあの子が今の私を見たらきっと誇りに思うでしょうという、そんなコメントもありました。まさにこの写真はメダルを見つめている写真ですけれども、そんなことを考えているのかもしれません。どうでしょう、小さい頃の子供だった自分が今を見たら誇りに思うという話がありましたけど、堀島さんもかなり小さい時からもうスキーを始めてたと聞いてますよ。どうですか？本当にこういう形で金メダルを取るっていうのはやっぱ僕の夢でもあるので、ただその小さい頃から目指した金メダルではないけど、でも銅メダルでも喜んでくれると思うし、そしたらまたもっと頑張れよって言ってくれるんじゃないかなって思いますそうですね。さあ続いてもう一人いきましょう。アメリカのクリス・マズジャー選手いきましょう。リュージュ、一人乗りで8位入賞、チームリレーでは7位入賞だったんですが、直前にね怪我もあって非常に難しいタイミングでの出場となったんですが、活躍見せてくれました。コメントとしてはですね、こちらオリンピックの最後の2日間のレースは私の人生の中で最も感動的な走りでした。今回のレースは自分自身との戦いでもあり、自分がやろうとしたことを達成できたことにとても興奮しています。
大舞台で悔いのないように、そして何もためらわずに頑張ることができました。正直なところこれ以上の成績はありません。ここ北京で開催された冬季オリンピックでの8位であることを喜んでいます。そして何より自分の人生の中で最も楽しい時間を過ごすことができましたということで、この写真はフィニッシュした瞬間の写真ということで、楽しい時間というのが伝わってくるいい笑顔ですね。いや本当力強いですしね、なんかこうなんかやっててよかったっていうのが伝わってきますよね。そうですね。どうですか、堀島さんは今最も楽しい時間を過ごしたっていう言葉がありましたけど、堀島さんにとってはどうでした？僕もすごく楽しめましたし、ああいう写真も僕も何個か持ってるので、多分相当楽しかったんじゃないかなと思います。自分の写真見て楽しかったと。楽しそうだなっていうのは思います。なるほどなるほど。そんなね、北京で戦った GTTA 続々とSNS にコメントを、ね、投稿してくれてますので、ぜひですね、トヨタイムズのホームページの GTTA の紹介のところにですね、SNS のリンクもありますので、ぜひチェックしてもらえたらなというふうに思ってます。はい。堀島さんもね、SNS されてます、インスタやってますので、はい、先ほどもこの番組に出るってことをちゃんと皆さんに伝えてくれて、告知してくれて、ありがとうございます。それは SNS 担当の小塚さんからのメンションしてメンションそのまま返してくれて、さすがです。もう始まってます。はい、つながってよろしくお願いします。どんどんつながってってます。さあということで、今日はですね、番組のエンディングでもGTTA から届いたメッセージご紹介しますので、そちらも楽しみにしてぜひ楽しみにしていてください。さあということで、堀島さんお待たせしました。ここからは堀島さんの北京オリンピックを振り返っていきたいなと思います。でですね、トヨタイムズ放送部、実は東京2020が終わって北京に向けてスタートを切った、その最初にやったことが何かというと、実は堀島選手へのインタビューだったんです。で、去年の9月にシーズン入る前ですね、話を聞かせていただいてまして、その時堀島さんはこんなことをおっしゃってました。東京オリンピック見て思ったのは、優勝している選手でも、陸上なんかでもそのパーソナルベストで優勝している人って、その金メダリストがたくさんいる中で本当数人なので、そこをやっぱり僕はピョンチャンの時は、狙っていたのかなというか、その自分の人生の中で最大とか、今までの歴史の中でも最大の滑りでオリンピック優勝したいみたいな、そういうところがあったので、それはもちろんかっこいいけど、今思うのはやっぱりメダルって大事だと思うし、その金メダルっていうところが自分のその日のベストであればいいなっていうか、今までのベストじゃなくてもいいなっていう少しの諦めというかっていうところは出てきてます。 100% を出してなくても勝てるっていうようなところの気持ちの余裕までは少し持てるようになってきたんじゃないかなっていう気持ちにはなってます。どうですか、覚えてます？はい、今思い出しました。思い出したまさにちょっと今おっしゃっていたことを踏まえて、ちょっと今日、堀島さんの北京での戦いというのを振り返りつつ、見ていきたいと思うんですけれども、ちょっとこちらご覧ください。こちらがですね、堀島さんが滑った、5本の得点と順位を示しています。これ簡単にちょっとおさらいさせていただきますと、3日に行われた予選の1回目でトップ10に入れず、5日の予選の2回目に回りました。でそこで5位に入って決勝に進んで、それ以降順調に点数スコアのところですね上げていって、最後トップ6人が滑る決勝の3回目、ここで 81.48 をマークして銅メダルを獲得したっていうのが今回の堀島さんの戦いぶりなんですが、まずちょっと順番に聞かせてください。まず今回は金メダル候補として臨んだ予選、これ1回目っていうのはまずどんな気持ちで滑ったんですか？1回目はそのスタートに立った時に、まず2回目のオリンピックのスタートが切れることに本当に幸せを感じながらスタートしていたので、そういったところがちょっと余計だったのかなっていうのはあるんですけど、もっとゴールまでしっかりと集中するところに頭を残しておけば、最後のミスとかっていうのもなかったんじゃないかなとは今ちょっと反省しています。今ミスっていう言葉がありましたけれども、その実際この16位という結果で予選の2回目に回らなければいけなくなった、このことについてはどういうふうに考えてたんですか？その時その瞬間、インタビューなどでも第2エアを少し飛びすぎてしまったミスだったので、そこを修正すれば
あとは問題ないっていう気持ちだったんですけど、だんだんと決勝の日が近づくにつれて少し不安がどんどん増していったのを覚えてます。やっぱそうだったんですか。そしてこれ見るとね、予選の2回目をなんとか乗り切った後っていうのは、はい、これ順調に点数を上げていっているように見えるんですけれども、はい、ここからメダル獲得までポイントはどこだったんですか？そうですね、ポイントとなるのはファイナルの2本目のところが、はい、すごくポイントになりました。下から2つ目の 79.58、ここですね、はい、それは何でですか？前回のピョンチャンオリンピックではこのファイナル2の時に転倒してしまって11位という結果に終わっているんですけど、まずそこを完走するっていうところを、集中して滑ったことによってその次に進めるんですけど、その前回の自分を超えるという意味でもファイナルには必ず6人に入るような滑りをしなければいけなかったので、緊張もマックスでしたし、そこが一番ストレスがかかったところかなと思います。でもね、これ見るとやっぱそこまで順調にこうやって点数がちょっとずつでも上がってきて、でそのファイナルの2回目のところは3位まで順位としても上がってきているっていうように見えるんですけど、ここまで戦略としてはどういうことを考えてたんですか？そのクオリフィケーションの2のところでは、はい、10人にまた入んなきゃいけなくて、決勝が20人で行われるんですけど、ファイナル1、2、3と20人から12人、12人から6人とどんどんと人数が減っていくので、はい、そのボーダーになるというか、一番下の点数は必ず取るっていうところを心がけて、自分がミスしてもその後の滑りである程度の滑りができていれば76点とか、その決勝には進めるポイント、その後は12人には残るポイント、ファイナル2では6人に残るポイントっていうのをワールドカップとかでも理解していたので、そこに合わせてどんどんポイントを上げていったって感じですね。なるほど。だから先ほど9月のインタビューを流させてもらいましたけど、要は常に全力投球しているわけじゃなくて、はい、戦略的にギリギリ通過できるぐらいのところを測って調整しながらやってきたっていうのが、まさにじゃあ点数に表れてるわけです、ね。そうですね、はい、すごい頭の中が整ってますね、びっちりとこれをやらなきゃいけない、今これを必要なんだというところがね分かっている状態でやってるってすごいですね。で実際その決勝の2回目までの4本っていうのは、はい、タイムで見ても、はい、結構決勝の3回目とは結構違いますよね。はい、そこも戦略通りだった。そうですね、タイムを最後上げるっていう余力を残しておくと、そのタイムは得点配分としてタイムが上がれば得点が上がるっていう絶対的なそのポイントをもらえるので、そういったところを抑えつつエアとターンっていうところをポイント稼いでおけば、あと何秒、ポイントを何秒上げれば何ポイント上がるっていう部分を見て、自分が金メダルに届くためには何秒上げなきゃいけないのかっていうところを測ってました。なるほど。でじゃあそこまである意味うまくちゃんと決勝に残れるところまで来ましたと。で最後のこの決勝の3回目、はい、ここがもう全てを決めるところだと思うんですけど、はい、これを滑るときにはどんなことを考えてたんですか？まずファイナル2でその6人に通過したことで、僕はすごく前回を超えたっていう思いもありましたし、そこですごく集中力も一旦休むことができ、あとはストレスとかプレッシャーとかっていうところからも少し解放された、すごく落ち着いた状態でファイナル3に最後の決勝に行くことができたかなと思ってます。実際そのファイナル3回目決勝3回目の滑りっていうのはご自身で振り返るとどうですか？はい、ファイナルの最後の滑りは、それまでの 79.58 から1.1 秒ぐらい上げればだいたいポイント的には 1.5 点ぐらい上がるんですけど、そこのポイントでノーミスで来ると82点ぐらい稼げるかなっていうところで読んでいたので、その前の人たちが80点ぐらいしか伸びてなかったので、82点出せれば優勝っていう確率も上がるなっていうところでスピードを少し出していったんですけど、一夜のランディングの後に
の入りのコブで少し乱れてしまって、はいそこは想定外というか、そのミスは予想していなかったんですけど、ただそのミスの後はもう本当にミスをしてしまったので、あとはもう本当に全力でゴールまで攻めた状態でノーミスでいけるかっていうところの勝負だったので、それが頭によぎってそれができたので、なんとか銅メダルにとどまることができたんじゃないかなと思います。そのじゃあ第1エアでミスをした時にパッとその瞬間に考えを変えたんですか？そうですね、もうこれ以上はミスはないっていう中で、でも限界のスピードで攻めなきゃもう銅メダルはないと思ったので、まずミスをした時点で金メダルはこぼれるんで、その残念な気持ちとでも最低限取ろうみたいなその気持ちがもう一瞬で切り替わりながら、パッとパッとね、確かに試合後のインタビューでも諦めそうになったけど諦めなかったっておっしゃってましたけど、そのせめぎ合いがその一緒にあった。そうですね。はあ、そうですか。それやっぱり経験から何かの経験から。そうですね、本当に今までやってきたっていう自信、今までその9戦ワールドカップがあったんですけど、そのまでの間にずっと表彰台に立つことができていて、ミスがあったとしても表彰台は取れていたので、このミスなら最後ゴール切るまでノーミスで攻めきれればなんとかチャンスあるかもしれないっていうのがやっぱりその経験からあったのかなと思います。これあれなんですけど、社内の壮行会やったじゃないですか、はいはいはい、で森田さんも実は見守っててくれたじゃないですか、見てました。でその時にちょっとだけ話したの森田さん覚えてます？何でしたっけ？堀島君の顔つきがそうなんか侍みたいっていう話を。いや本当そうなんですよ。そうさっきのね9月の時のインタビューとやっぱね表情顔つきっていうのが明らかに変わっていて、こんなにアスリートってやっぱり本番迎えると変わるんだなって正直思ったんです今はでもだいぶ戻ってますね。でもちょっとね、ゆっくりしていろいろ解放されてしたっていう顔だと思うんですいやでもなんかあそこまで5本の滑りがすごく戦略があって、なんか全部全力で頑張るじゃなくて、ああやって戦略的に全体を通して考えられてるっていうのはやっぱり経験から来るものなんですか？そうですね、経験と、前回の失敗っていうところがやっぱり大きくて、オリンピックの失敗はもうしたくないなっていう思いがあったし、その自分が一番悔しかったっていうところが、最後ミスをしてもその立ち直れて最後まで滑れたっていう力をしたのもつながるんじゃないかなと思います。なんか正直な話していいですか？なんだなんかこう前回の大会でやっぱりミスをしてるじゃないですか、なんかまたオリンピックでやっちゃうのかなってちょっと思ってしまったところがあって、で予選の時にやっぱりね、あまりいい結果ではなかったから大丈夫かなって思ってたところ、本人はどう思ってたのかなっていうその気持ち聞きたいなと思って。僕自身やっぱり同じその小塚さんが言っていただいたような気持ちになっていて、やっぱそうですか。ネガティブに本当にとらわれそうになって、その中でもどうポジティブにしていくかっていうのを考えたりとか、今までやってきたことを信じるとか、そういうことだったんですけど、最終的にやっぱり力を押したのは本当にいろんな僕を応援してくれた方がみんな同じようにピョンチャンの時は悔しい思いをしてくれて、その悔しさっていうのはやっぱり自分でも持っていたはずなんですけど、やっぱりみんなからの声を聞いたりとか、そういうのをするとみんなの方が強いんじゃないかなとか、その悔しさってもう二度と見たくないとか、そういうこける滑りとか、そういう風に言われてきたりとかすると、みんなの方が僕の気持ちより強いのかなってずっと思って、やっぱりそういう姿を見せないためにその戦略を立てて絶対に最低限メダルっていうところは取ろうと思って今回挑んだんですけど、最終的に僕が思ったのは、その決勝の日の朝なんですけど、決勝の日の朝やっぱり考えてどんな結果を目指したいかとか、やっぱ金メダルとかでも最低限メダル、その最低限メダルっていうのもやっぱり自分が
前回本当に悔しかったんだなっていう、いろんな人の話を聞いてそう思ったけど、一番悔しかったのは自分なんだって思ってから、その4年前の自分と自分がその感じた気持ちにもう二度とさせたくなかったので、自分をその気持ちが一番強かったかもしれないです。なんか急にあれなんですね。だからその自分と向き合ったっていう感じですよね。なんかバッと本当になんか濃密の3日があって、開会式があって、そのいつかこの3日間でのすごい戦いの舞台裏っていうのがなんか今日聞けたような気がして、であと7日のね放送部で堀島選手メダル獲得紹介した時にチャット欄にこんなコメントがあったんですけど、我々がプレッシャーになっていたらごめんなさいというコメントがありました。実際に期待されているプレッシャーってどうですか？やっぱりありましたし、でもそのオリンピックの時に気づいたのは、そういったプレッシャーを一番望んでいるのはプレッシャーというか、その応援してくれている結果とか応援してくれるものを掴みたいとかっていうのはやっぱり自分だって感じたので、それを乗り越えるのが僕たちの仕事っていう言い方ではちょっと違うかもしれないですけど、それを乗り越えての選手だなと思うので、ぜひぜひ応援してほしいなと思います。強いな。いいっすね。応援しがいがまたまたありますねこれね。楽しみですね。これを乗り越えるのが仕事って言われたらもう最大限応援しましょう。一緒にね乗り越えていきますね。さあありがとうございます。ではですね、ここからは、北京オリンピックを写真でちょっと振り返りたいなということで、堀島選手とか、TMCI 中国トヨタの皆さんから送っていただいた写真を見ながらですね、北京を振り返っていきたいと思います。最初は堀島さんが撮ってくれた写真、これまずちょっと写真の解説をお願いできますか？はい、これは開会式の時に、ここからもう本当鳥の巣のスタジアムなんですけど、普段であれば多分芝生になっているところをこう地下から上がっていく構造になっていて、その地下からこのスタジアムの中央にみんなで行進していくっていう、その瞬間、その手前ですね。で入場する直前ぐらいですね。入場している時にでもこのオリンピックのねマークがねエンブレムが見えると震えそうっすね。気持ちよさそうですね。ちなみになんかバク転をそうだ話題になってまして、開会式でバク転をしてたアスリートがいるってなって、誰なんだってなって堀島さんだったなんでバク転したんですか？いやテレビ局の人に、その前なんですけど、にどんな更新をしたいですかって言われて、なんか僕としては普通に歩くだけかなって思ったんですけど、どんな更新をしたいですかって言われると、なんかちょっと違うことやってみたいなとさすがですね。サービス精神が結構派手に言ってましたよね。結構しっかりバク転でした、それからもう一枚ありますか？これがまたこれもまた話題っていうかバズってるこれいわゆるやってる行為自体は胴上げなんです。胴上げですね。ただなんかね違和感がすごいちょっと合成みたいですよね。合成みたい。これ堀島さんどういうことなんですか？これは本当お疲れ様みたいな感じで、こう大会女子の大会も終わって男子の大会も終わった後に、みんなコースの下に行って、全員でお疲れ様っていう話をした後に、全員一人ずつこう胴上げをしていったんですけど、みんなただ上げられてるだけだったので、ちょっと僕はちょっと固めますみたいな。固めます。なるほど。固めたままで、そしてせーのって言ったらちょっと体が半回転しちゃって、そのビンドゥンドゥンで言うと、こうポーンって飛ばしてこう半回転して一発目でもうこっち腹ばいになっちゃったんで、もう一発で僕終わりました。でもね、その時の半回転の写真。半回転か。なるほど。でもこれ普通こうならないんじゃないから、やっぱ体幹が強いというかこうなんか手は上げたりとか、なんか結構これ足ばらけたりとか、簡単にやってるより多分堀島さんじゃないとできないんじゃないかと思うんですよね。真横にピーってまっすぐやっぱりエア慣れしてる。エア慣れしてる。さすがです本当に。さあそして他にも今度は中国トヨタの皆さんから送っていただいた写真も見てみましょうか。こちらです。でこれが、この北京大会のために開発したという FCEV コースターということで、2019年からデザインを始めて、北京の道や極寒の気候の中で鍛え上げてきた車ということで、これ堀島さんも乗ってた？乗りました。
競技会場に行くのにはい毎日これ乗ってます。毎日これちょっと懐かしさのある懐かしさあります。なるほどなるほど一番先頭が僕好きなので前に乗ってた前に乗ってます。ちなみに今回の車両の提供ははいオフィシャルカー2205台とうんいうことで、でこのようにこう SUV もたくさんはい。活躍をしていました。堀島君 SUV は SUV もありました？含めて国に多分5台ぐらいを、タクシー運転手付きで関係車両として使用させていただいてて、それにも乗せていただいて、競技会場以外にその日本が用意しているジャパンハウスみたいなサポートその施設があるんですけど、そこに行くためにはこれに乗って行っていました。なるほどなるほど。で他にもですね聖火リレーをはじめとして大会をサポートする車もたくさんあったということで、こちら、未来とか、電気自動車 EV の BZ4X とか映ってますけど、今回コロナ禍ということで街の様子などの情報っていうのがあんまりなかった感じですけれども、やっぱこうやってね大会をサポートしてくれているトヨタの仲間がたくさんいたんだなというのが本当にありがたくも感じています。でもう一つ写真があってですね、こちらがですねコメント欄にいつも参加してくれていた中国トヨタオリパラ部の皆さんということで、オリパラ部の皆さんによる中国語講座もね、はいコメント欄で開催されてましたよね。そう堀島君なんかこう中国語を覚えたものありますか？頑張れっておジャーヨっていうんですじゃあよ、けど、はいはいはい加える加えるに油と書いてじゃあよ、はいねはいそれは確かにいっぱいありましたこの写真真ん中のトーチを持っている女性の右側に写っているのが多分牛部長だと思うんですよ。うん動画にも出演してくださったりメッセージもくれましたし、そしてあれかな、ちょっと待ってくださいね。番組中に中国トヨタの皆さんから写真が届いたと。みんなでトヨタイムズ放送何これ今Now今見てるのをこう写真撮ってくあれて、本当だ、ちょうど今画面は営業業務部の皆さんからのメッセージをはいこうやって見てくださってる嬉しいですね嬉しいねちょっとぜひ堀島さんから手を振ってあげてくださいこのカメラでさありがとうございます。ありがとうございます本当にいろんなサポート含めてねそれこそ教えてもらったやつありましたはいよね。あそうだ、はい皆さんから教えてもらった中国語相手に言ったことに共感するときなんていうか覚えてますか？そうだねでしょそれ日本語。日本語忘れましたごめんなさいシアシアシーヤシアシアそうだねシアってずっシアとに言ってたの。番組放送中。コメント欄で教えてもらって、はいちょっと今の発音が合ってるかどうかはちょっとコメント欄で教えてください。お願いします発音が難しいんですよ。そう中国語って。そうだよね。なんかねこうイントネーションがちょっと違ってそう難しいかもしれなはいですからね。そしてはいはいこれちょっと僕からの企画いいですか？なんだ森田さん。またかまたやるかなんだはい。ドン。はい。ということで、企画にお付き合いください。堀島くん、次、あれやろうよー。一応拍手したからやってきました小塚さんが時々勝手にねコーナー勝手にこう持ってくんですよこうやってフリップまで作らせて勝手に作っちゃって。本当でですも堀島さんの似顔絵付き似顔絵付き、ごいこれ持って帰ってもらえればと思うんで。で何ですかこの堀島くん次あれやろう2日よのええ放送で堀島さんのこう特集をねしたときにこんなことを紹介したのを覚えてますか？トレーニングのためにスキー以外の競技を取り入れてトランポリンだったりとか高飛び込みパルクール、フィギュアスケートに挑戦していたってね。この他の競技に取り組んだこと今回のメダルに生きてるんじゃないかなと思ったんですけどもいかがですか？どうでしょういや本当に体を動かすっていう意味で、違うモーグルだけじゃないはい違う競技をやることで本当にいろんな筋力も鍛わりますし良かったのかなって思ってなるほど、はいありがたいお言葉いただきましただから小塚さんのこのコーナー成り立ちそうということで、はいということでですね堀島さんにね次のその2026年の、イタリアのオリンピックでさらなる高みを目指してもらうべく、はいちょっとなんかトヨタが持ってるリソースをなんか活かせないかなって考えたんですよね、そうなんですよ。トヨタのアスリートっていっぱいいますからね。はいそうなんですそうですよねはい運動部本当いろんな競技があって、はいちょっと見てくださいこちら我々が一応いろいろ考えて調べ尽くした結果18個競技があることが分かります、はい今日はですね Which sports do you choose ということでこの中から堀島さんに好きなものを選んでトヨタアスリートに教えてもらうっていうのはどうでしょうかとなるほどいうことでちょっと考えました。ちなみに、1個はね体験済みなんですよ。どれだ
あ、そう17番フィギュアスケート体験済み。フィギュアスケートありがとうございます。さあどうでしょう堀島さ何かん、気になるものやってみたいもの数字で。まあ、1番が野球ソフトボールだったりとか、あと3番ラグビー、5番バレーボールとか、いろいろある。16って誰ですか？16はスノーボードですね。あスノーボード神野さん。神野あ、神野さんですね。で13番アーチェリーとか、14番車椅子陸上とか車椅陸上子テニス。どれですか？陸上は6番。6番あ、じゃあ6番6番行きたい。 6番陸上は何やってみたいですか？棒高跳びです。あ、そっちか。おー走るだけ。山本選手。はい。なるほ山本選手今ねフランスにね行かれてるからフランスにじゃあぜひ飛んどいいで。いいかもしれない。棒高跳びはやっぱ飛ぶっていうのはやりたいですね。そうですね。今回は本当に次あれやろうよって今企画の前に隔離中7日間とかあったんですけど、はい次何やろうかなって僕思ってて小塚さんより先に考えてた。考えてないなんで言われなくても考えてた。企画いらなかったので大丈夫ですよ。ただまあトヨタのアスリートたくさんいますからね。なるほど。なんかいろいろ他はどう今だから今は多分陸上を探しに行ったわけですね堀島さんは。あ、そうですね。じゃあちょっと今初めて目にしてなんだろうこれっていうのはどうですか？ 8番とかです。お、モータースポーツ来ました。どうですかモータースポーツ実際自分でやるって。そのレースとかってことはいですよね。そういうことです。車は運転できるんですけど、その競技ってなるとまた全然奥が深いと思いますし。小塚さんちょっとやったことあるんですか？サーキット、僕はサーキットだったんですけども、うんまあ、それこそラリーっていうのも、はいはいはい。はい。まあ、いろんなパターンがねあるので、まあ、その挙動だったりとか、はいですね体の動きと車の動きっていうのは結構似てると思うので、なるほどまあ、そういうのもはい面白いと思います。瞬時の判断。はい判断能力とかね。フィギュアスケートのターンの遠心力とかあスキーの遠心力とかっていうのは多分車の挙動とかでなるほどはいもうちょっとでも共通点見つけたらいいって感じですねこれね堀島さんね。他にもねこれ本当トヨタのアスリートでいけるものなんですけど、はい9番もいけるんですよ。 9番空飛べるってこと空飛べるエアレースっていう種目、はい室谷さんっていう方がいてですね、はいそれもトヨタの仲間として我々いつも紹介させていただいてるんで、そうなんですね空の空中本当の空の空中感覚それはすごいです、とんでもない G の世界かかり方がね G のかかり方が異常だというのがありますし、本当にいろいろあるんですけど、じゃあちょっとですね実はですね中には直接お誘いをくれた方もいらっしゃるので本当ですか？ちょっと見てみましょうかまずじゃあ13番いってみます。あ、武藤くんですか？お、気づきましたねどうぞ。堀島くん、こんにちは。アーチェリーの武藤弘樹です。まずは北京オリンピック銅メダルおめでとう。堀島くんは本当に入社当時から世界選手権で勝っていたり、ワールドカップでメダルを取ってたりと本当にすごい選手で、そんな期待の中でもオリンピックでしっかり結果を残すっていうところは本当に尊敬してます。で、オリンピック終わってインタビューでも僕の本当の目標は金メダルですと、言い切るところがまたすごいなと思って、僕にはないところだと思うので本当にそういうところは尊敬してます。堀島くんはいろんな競技に挑戦していると聞きました。ぜひアーチェリーもやってほしいなと思いますし、アーチェリーをやって体幹を鍛えたり、集中力を鍛えたりして、自分の競技にもつながるところがあるんじゃないかなと思います。でまずはやっぱり疲れてると思うんで、しっかり休んでもらってまた次に向けて一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか？嬉しいですね。アーチェリー確かに集中力っていう面ではその集中力をというところまで技術を手にするまでちょっと時間がかかりそうな感じがするんですけど確かに集中力の段階に入る段階に入る前に70メートル先ですからね。でも武藤さん教えてくれますか？あ、そうですね、はい本当にお願いしたいです。さあ集中力というところに食いつきがありました。それからもう一個いきましょうか。スケート行ってみましょう。この方から届いてます。堀島さん、銅メダル獲得おめでとうございます。予選2回目だけは滑り終わって点数が出るまで脇汗びっちょりで応援してましたけども、本当に素晴らしい滑りでした。さて、堀島さんといえば練習の一環としていろんな競技に取り組んでいますが、もしかしたらこのショートトラックもさらに高みを目指すヒントになるかもしれません。以前も
フィギュアスケートは挑戦してますので、次はこの幅1ミリメートルのショートトラック、ぜひ挑戦してみてください。まずは残りのワールドカップ頑張ってください。応援します。絶対リンク来てね。熱烈な勧誘ですよ。どうですか？これは地元も近いので、はいぜひやらせていただきたいなと思います。幅1ミリ。ここでも言ってましたもんね。そう、ここでも言ってたんですよ。寺尾さんこれ言った時に、はいいや絶対フィギュアの次はショートトラックだと思うんだよな。幅1ミリだともっと感覚違うと思うんですよねだよな。。僕3ミリだったんですよ。はいフィギュアはいですよね。そうなんです。3ミリが1ミリだとまた違う得られるものがあるかもしれないというお誘いスピード感もありますし、ありますし、ねはい。それからですね、もう一個とんでもない誘いがあるんで、ちょっとそれも見ていただけますか。はい堀島選手、銅メダルおめでとうございますイエーイ。トレーニングにはぜひ次回バスケ部にお越しください。同期入社の永田です。モーグルに活かせるバスケットの技術を紹介します。まずはパン。はい、いいよ。ドリブルでは判断力を養うことができます。モーグルに活かせる。よっしゃ。最後は体力をつけるためにもフィジカルで勝負。よー。モーグルに活かせる。トレーニング待ってます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやめっちゃ元気ですね。もうね、動きは何なんでエすか？ブリンさんは常にこれなんですよ。いやどうですか？バスケ。嬉しいですね。バスケは体力絶対に必要ですね。で、ドリブルしながら前を見なきゃいけないんで、はいはいはい人の状況とか、それは絶対にモーグルで前を見ながら足でこう操作していくっていうのにつながると思うんで、なんか何でもいけるじゃん遊びでもやっぱりやってみたいですね。そんな日本代表の人とバスケすること絶対ないんで、もうこれはトヨタアスリートが経験ですよ。そうですね。え青い体育館に青い体育館にぜひとも行けば、近くなんで行ってください。はい。で、トレーニングに取り入れたい競技があったらぜひ放送部に直接言っていただければおつなぎしますので。ありがとうございます。ただし我々もちょっと取材に行かせてください。よろしくお願いします。あとトレーニングっていうことではないんですけども、まあ堀島君がこう一緒に、寺尾さんからコメントが来てる。寺尾さんからコメントが来た。堀島さん靴のサイズ教えてください。スケート靴探します。25.5 です。25.5です。寺尾さん。5.5です。はい、お願いします。寺尾さん、仕事が早いわ。さすがだわ。はい、どうぞ。勧誘してるからはね。だからまあトレーニングっていうことじゃないんですけども、堀島君が一緒に練習してみてはどうかなっていう、トヨタの人がちょっといるんですけど、まあそこで問題です。この後紹介する映像、誰だか当ててみてください。クイズですね。はい。わかりました。なんだ。お。スキーじゃないの。華麗に滑っていきますね。あれ？ちょっと分かる気がします。わかる気がする。どうですかこの滑りは？いや上手に滑れてますね。ああショートターンもいいです。ショートターンなんですか？はい。今のショートターン。今ショートターンで、こうクイックターンって言うんですけど難しいんです。あこれクロッチングで直角ですね。スピードが乗ります。スピードが乗る。はい。これどこのスキー場ですかね。これわからないですね。すごい。手の上げ方があの人ですよね。手の上げ方があの人。手の広げ方があの人です。誰かわかりました？あ、いいですか答えてみて。社長かなと思ったんですけど。正解です。というだけ社長でした。はい、ということで、はい、まさにこの緑色のナウを着て、社長の滑りスキーもやられるんですね。あ、知らなかったです。知らなかったですか？はい、スキーをやられる。本当に知らなかったですか？はい。で、もしかするとっていうので今言ってみたんですけど、はい。こんなに上手だとは思わなかったです。知らなかったですか？社長。はい。ちょっとこれ見てください。社長スキーされますよね、なんか。だから行きたいなって思いますね、一緒にどっかもし行くんであれば。
どこかで記憶が半年やっぱオリンピックすぎるね。オリンピックすぎる忘れちゃった社長スキーするの知ってました僕。はい。ぜひともこのメダルのご褒美に一緒にスキーに行かれてはどうでしょうかと。はい。いや本当にもし機会があるんであればスキーしたいなと思います。今後ろにあった景色もやっぱり綺麗なので、そうですね。すごくそういったところがスキーの魅力でもありますし。私が一緒に滑ってくださいと言うとついていけないんですけど、社長の滑りだったら十分多分ついていけると思います。これも取材させていただいて。ちょっと取材がついていけないんだ多分無理なんですよ。2人にそうやって滑られると。じゃあもう堀島さんにとって。堀島さんにとって僕お願いします。はい。ということでここでYouTube のコメント欄メッセージ質問ね紹介していきたいと思います。はい。ラブピーチさんからです。堀島選手が試合前に行うルーティンなどはありますかという質問が来てます。どうですか？ルーティン。ルーティンは、深呼吸とか、それも自分がもうスタートに立った時とかはドキドキして心臓がこうやっぱり心拍が上がったりするんで、それを抑えるためにも深呼吸をしてとか、そのめっちゃ決まったルーティンをずっとするわけじゃないんですけど、そういったある程度のこう自分がなってしまったらこうっていうのはいつも持ってやる。あ、そうなんだ。そっか。じゃあ、基本的にはルーティンやってるってことですね。はい。じゃあ続いての質問です。おかめちょっとさん、残りのワールドカップでは1440やりますかって。今年のシーズンはほとんどその1回転多い技をやってなかったので、この期間練習する時間もあんまりなくて、もしかしたら出せないかもしれない。出せないかも。これが生の声ですよ。そうですね。それもね、一つの戦略ですからね。はい。そして3つ目です。なひさん、モーグルをやっていて一番楽しいことは何ですかという質問ですが、そうですね。今社長のスキーを見た時の景色とか、あとはその爽快感とか。滑ってる時の爽快感含めてモーグルも一直線に滑っていくんですけど、そういったコブ斜面であってもその綺麗に滑れた時っていうのはやっぱ楽しいです。なんかどういう風にこう見えてるのか、ここにねカメラつけて、だってあんなでっこぼこんとこですよね。そうだって今ね景色って言ってたかもしれないけど、うちらからしたら景色そうな感じがするんですけど、だからスタート地点とかからの映像あるじゃないですか。あれ見ると今からここ行くのこの人たちみたいな思いますよね。怖いなって思ったりするんですけども、でもそこがね一つ楽しいところだと思うので、ぜひ見てみたいですね。質問たくさんいただきましてありがとうございました。そろそろ昼休み終了の時刻が近づいていますが、まだまだ続きます。離脱しなければいけない方、アーカイブでお続きご覧くださいということで、最後に堀島さんの特集としての最後にですね、教えていただきたいのはこれですね。掴んだのはメダルだけじゃないということで、今日のタイトルこれなので、堀島選手が北京で掴んだメダルだけじゃないもの、なんでしょうか。はい、本当に今回4年前の失敗からこの銅メダルまで、その過程ですかね、そのやってきたことっていうのはもしこのメダルがなかったとしても変わらないと思いますし、その2月5日が決勝だったんですけど、2月4日までの、やってきたことっていうのが僕の掴んだことで、その前ワールドカップでも9戦連続で表彰台を立つこと、そういった準備ができたこととか、毎日7本っていう風に練習を決めてやってきたんですけど、その7本っていうものを3日連続して21本で、そこからオフしてまた3日っていうような、本当に決めた中でずっとトレーニングしてきたので、そういった中で、学んだこととか、そうしたチームと一緒に動いた時間とか、このオリンピックなんかで言ったらトヨタ自動車がずっと走ってくれて、僕でそれに乗って競技場に行ったりとか、そうした時間すべてがメダル以外に掴んだことかなと思います。いや、いい話ですね。時間いや、やっぱりね、本当4年に一度しかない舞台、その日に向かってやってきた。だけれどもその前のすべての時間っていうのが本当に大切なんだなっていうのをすごく感じますし、いやそうですね、掴んだのはメダルだけじゃない、いいタイトルでしたね。本当にはい。ということで以上、北京に挑んだ GTTA 掴んだのはメダルだけじゃない特集でした。
さあということでちょうど今1時と多分多数の離脱者が出ているかと思います、番組の予定と先々の予定をお伝えしておかなければなりません。まずですね、今週の水曜日は、世の中的には祝日でございますということで、通常ですとレギュラー放送を行っている水曜日なんですが、北京パラリンピック編準備のため放送を今週はお休みさせていただきます。そしてですね、北京パラリンピックが3月4日の金曜日に開幕して閉会式が3月13日の日曜日ということであるんですが、この大会にもですねこちら、16人の GTTA が出場を決めていて、現在4人が選考中、最大20人が出場予定ということなので、我々これも応援しなければいけません。大会期間中は月水金の週3回、北京パラリンピックの GTTA を全力で応援してまいります。パラリンピック何倍も楽しくなる特集を準備してます。例えばですね、アスリートをサポートするトヨタの仲間たちの用具開発ですとか、観戦の機会の少ないパラアイスホッケーとかパラクロスカントリースキー、パラアルペンスキー、こういった競技の見どころ、イラストも含めてたっぷりと紹介していきます。まだまだ暑い北京の冬に一緒に注目しましょう。さあそして堀島さん、さっきから出てますけど、この後もねまだワールドカップの戦いありますね。この先についても聞かせてください。はい、3月8日に日本を出発してイタリアとフランスのワールドカップが3戦あるんですけど、その3戦が、総合優勝っていうところもかかってくるので、年間チャンピオンも目指してまた頑張りたいなと思います。我々も引き続き全力で応援し続けていきます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日は本当に貴重な時間ありがとうございました。 YouTube をご覧の皆さんもぜひともですね、堀島さんに最後にまたたくさんの拍手コメント欄でお願いします。本当に堀島さん銅メダルおめでとうございました。ね、コメント欄も多分拍手で埋まる感じですかねさあそしてですね、最後と言いながらもう一個最後があります。ちょっとトヨタ社内の話で恐縮なんですが、ちょっと告知をさせてください。トヨタの従業員の皆さんにこんな企画に参加してくださいということで、3月14日はトヨタイムズ放送部北京2022の最終回です。東京サマーをみんなで歌おうということで、東京2020から始まったトヨタイムズ放送部北京2022が終わると、次のオリンピック・パラリンピックは2年後 GTTA の応援これからも続くんですが、ひとまずの区切りとなるこのタイミングにこれまで応援してくれた皆さんとグランドフィナーレを一緒に歌いたいなと思っております。歌が好きな方は歌でいいですし、楽器が弾ける方は楽器でいいですし、その他ダンスとか日本語以外の言語での参加というのもお待ちしております。表現は自由です。東京サマーを歌ってぜひとも盛り上げていただきたいと思います。応募方法などの詳細はですね、今日から社内サイト T-Wave で公開していますので、皆さんぜひとも応募お待ちしております。さあトヨタイムズ放送部、先ほど小塚さんからもありましたけれども、この後はエンディングテーマに乗せて GTTA からのメッセージを紹介していきますので、ぜひとも最後までご覧ください。ということでオリンピック編、皆様長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と小塚貴彦と堀島育馬でした。次回は来週水曜日のお昼にワントヨタ。トヨタ自動車の皆様、女子アイスホッケーの藤本奈々です。北京五輪の応援メッセージ動画ありがとうございました。結果は6位、目標として得たメダル獲得が叶わず、大会の結果、個人のパフォーマンスともにあまり納得のいく出来ではありませんでしたが、たくさんの方の応援を励みに最後まで頑張ることができました。温かいご声援を本当にありがとうございました。チームトヨタの皆さん、こんにちは。クロスカントリースキーの小林千佳です。初めてオリンピックに出場し、結果としては悔しい結果となってしまいましたが、この舞台に全力で挑めたことは自分のいい経験になりました。これからも全力で挑み続けたいと思います。これからもご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。Hello, all employees in Toyota. I just want to say thank you for your support during the Olympics. It has been really exciting here in Beijing, even though it's been pretty cold and quite windy. Again, thank you for the support. Tomorrow we have this 50K in skating, which is the last competition here in the Olympics. So really looking forward for the last race, and also looking forward for coming back to Norway again. So yeah, wish me luck on the last race, and I hope you all have a great week. トヨタ自動車の皆様、ショートトラック日本代表の吉野和樹です。北京オリンピック・パ
温かいご声援本当にありがとうございました。これからも精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。孤独にファンを抱いて幕が上がりさあ始まるこのストーリー刻みたいなもうヒストリー狙うのはてっぺんのヒーローヒーロイン We all teammates We gonna make it shine Oh 飛び込むんだスポットライトSome days that I couldn't show myself With loneliness in my heart We all teammates We gonna make it shine